いやでかっ。こちらスクミリンゴ貝ですね。しっかり塩で揉み込んでぬめりを取りましょうね。いただきます。皆さんこんにちは、ホモサピです。今日はサイゼリア用水路本店を開店するためにメニューを研究しに来ました。田んぼ脇の水路に来てるんですけど、見てください皆さん。こちらにですね、スタバの新作みたいな卵がねくっついてます。この卵はですね、取れた。うわキモ。この卵はスクミリンゴ貝の卵塊です。通称ジャンボタニシですね。卵塊って要は卵なんですけど、なのでこの水路を覗くとこれもうゴロッゴロいる。見てこれでかっ。バカでけえタニシがねうじょうじょいるんですよ、この水路。いやでかっ。こちらスクミリンゴ貝ですね。南米原産の外来種で、ジャンボタニシって呼ばれてるんですけど、タニシとはね結構違う生き物です。パッと見似てますけどね。でも味なんてそんな大して変わんないんで、今日はこのジャンボタニシでサイゼリア用水路本店のメニューを作っていこうと思います。この下もおそらく、うわやばい、この下卵塊やばい。何これ。皆さん見てください、全部卵ですよこれ。うわー、農家が見たら気絶するわこれ。駆除とか無理だな、一瞬で諦めた俺。このジャンボタニシはですね、この稲を食い荒らすんですよ。だから農家さんはね、この貝を見つけたら問答無用でぶち殺すんですけど、いかんせん数が多いもんで、もう半ば諦めてますね。中干しの時期までになると稲が結構育つんで、ここまで来たらジャンボタニシ食べられないんですよ、硬くて。だからここまで来れば大丈夫なんですけど、田植え後のすぐの状態は稲がまだ柔らかいんで、ジャンボタニシが田んぼに入ると稲がね植えたはずなのに全部消失するというね、怪奇現象が起こります。このジャンボタニシはですね、今のところ特定外来生物とかには指定されてないですけど、要注意外来生物なので、見つけたらバンバン踏み潰していくのがね、農家さんのためというか、どうせこの程度じゃね根実は無理なんですけど、水中から見たらどんな感じか iPhone を沈めてみようと思います。うわやばっ。これ全部ジャンボタニシ。これがね無限に何キロも何キロも続いてるんで、こりゃ駆除はきついわ。ちょっとあれください、あれ。はい、こちらね、さっきウータムさんと頑張ってスタバに行ってね買ってきました。スタバなんて普段絶対入らないもんな、あんな恐ろしい場所。うわそっくりじゃん。スタバの人はこれから着想を得たのかもしれんな。皆さんもねもう気づいてるかもしれませんけど、このサイズでサイゼリアって言ったらね、もうあの料理しかないんですよ。だから今日はねあの料理を作るためにちょうどいいサイズをねバンバン捕獲していきたいと思います。って言っても本気で取ろうと思ったら、この壁をガーってやって30秒歩いたら多分ね数キロ取れるんで、サイズを厳選して取っていきたいと思います。でかいやつばっか取っていこうかな。じゃあちなみにジャンボタニシか普通のタニシかの見分け方で一番分かりやすいのはですね、この殻のね縁を見るとね縞模様があるんですよ。これ普通のタニシないです。ほら見てください、稲に産みつけてますよ。この卵すごいショッキングピンクで、こんなに目立つのに鳥とか他の生き物は食べません。こいつらの中にはね外敵から身を守るための神経毒が含まれていて食べられないんですよ、普通の生き物は。俺は人間なんでね関係ないんですけど、普通のね生き物たちはこの毒に守られて卵を食べることができません。だからバンバン増えます。でかいな。もうでかい以外特に言うことない、ただのゴミ拾いなんだよな。ちなみにこの卵ね、なんで水中じゃなくて陸にあるかっていうと、水生巻き貝のくせにね水中に卵を産めないんですよ。この卵ね陸じゃないと孵化できないんで、水中にこうやって落とすだけでも駆除できます。駆除言ってたんですけど、このね田んぼの中に見えるちっちゃいね、これ全部ジャンボタニシの赤ちゃんですね。これ無数にいます。でもこれを見てるね100万人の皆さんがね全員ね1人1個ずつでも食べればね、少なくともこの区画からはね一掃できます。本日の成果はでん、取れすぎるんでちょっとね途中でストップしました。もうこれ以上持って帰っても食い切れないんで、これを持って帰ります。持って帰ってきました。ご会長。くっさ。アメリカナマズの内臓の香りがする。ってことはね、死んでちょっと腐敗が始まってるやつがいるんで、まず生きてるやつと死んでるやつを選別しましょう。こうやって壁にくっついてるやつ、こういうのはねまず間違いなく生きてます。剥がすとこうやって戻るでしょ。こうやって開いたまま戻らないやつはね死んでます。蓋が閉まってるやつ、こいつらは生きてますから。ちょっとこうやって蓋が微妙に開いてるやつはね怖いんで生存確認しといてください。こうやって貝蓋を引っ張って戻れば生きてます。死んでたらねマジで超臭いから。まず洗います。次はフライパンにこいつらを入れて水を入れます。これで10分間沸騰させたお湯で煮込みます。ザリガニとかの時もそうなんですけど、だいたい寄生虫を殺すことができるのって100度で10分って言われてて、それだけやれば大抵のものは死ぬだろうと。だいたい煮沸して10分経てば OK です。10分経ったので火を止めます。そしたら次はですね、この竹串を使って中身をくり抜いていきます。つぶ貝とかサザエとかと一緒です。全く一緒です。
取れました。タニシの実です。このまま食べるとね、100% 臭いです。なぜなら、肝がついたまんまなんですよ。ドブにいる生き物の内臓は食っちゃいけねえっていうことがね、俺の20年間の人生でね、確立された事実なので、肝はね、絶対取ります。やばくない？十何匹からこんなに身取れたんだけど、ブリッブリなんだけど、めっちゃ美味しそう。まだね、表面がヌメヌメしてるので、しっかり塩で揉み込んでぬめりを取りましょうね。味においてはこれが一番大事。しっかりもみもみしてね、ぬめりを落としましょう。下処理が終わりました。もう食材です。みんなに見てもらいたいものがある。でん！サイゼのやつ。見てこれ、アマゾンで売ってたわ。1300円ぐらいで。もうこれを見た瞬間ね、真っ先にジャンボタニシを取りに走りました。このジャンボタニシでエスカルゴができたらね、もうエスカルゴはね、養殖しなくていいってことですからね。用水路から取ってくればいいから、歴史が変わっちゃいますよ。じゃあまず野菜切っていきましょう、野菜。サイゼのエスカルゴの内容物はですね、玉ねぎと人参とあと油なんですよ。大体ざっくり言うと。あとバジルか。緑はバジルですね。だからね、とりあえず適当に食材を切っていきましょう。ここからね、みじん切りにしていくんですが、なんとね、セリアで紙アイテムを発見してしまいました。フードプロセッサー。こうやってさ、紐引っ張ると切ってくれるやつなんだけど、これめっちゃ使えてさ、適当に野菜をね、切って入れるんですよ。これで蓋をして、やべ、蓋が閉まんねえ。野菜が反逆している。よっしゃ、来た。こう引くだけ。くそ、来た。これでね、開けると。ほら、すごくない？これなんとね、100均で300円。次はフライパンで火をつけて、オリーブオイルを適当に入れまして、みじん切りにしたやつらをイン！それで炒めます。で、まあまあ火が通ったら、こちらにね、バター、目分量で適当に。サイゼのあれはね、ほとんどバターのソースなんで、バターの量はね、多くても大丈夫です。この時点だと、まだこのソースはね、私はただのバター炒めですよって顔なんですけどね、ニンニクを入れると態度が急変します。いけ！ちょっと。よいしょ。サイゼ来た。サイゼ来たぞ。あからさまにサイゼ来た。でね、色がキモいでしょ。で、色がキモいんで、ここでね、バジルを適当にふわーって。前のバジルと違う。パセリ入れます。緑なら何でもいいです、正直。最後ちょっと塩気が足りないんで、こちら、神の粉をね、かけまして、これで混ぜて完成。こちらのお皿にジャンボタニシを並べていきます。エスカルゴはね、マスの中に1個しか入ってないけど、ジャンボタニシは無料なんで2個ぐらい入れちゃいましょうか。そしたらね、こちらにソースを敷き詰めていきます。そしたら最後ね、こちらに上からオリーブオイルを少しずつかけていきます。よし。オーブンにイン200度にしてスタート。開けますよ。お、いい音が聞こえる。うわ、めっちゃうまそう。めちゃくちゃ完成度高くないか？サイゼリヤじゃんね。完成しました。ジャンボタニシのエスカルゴです。こちらからいただきます。いただきます。うんまっ。今さ、一瞬壁見えたわ。謎の絵の壁が見えた。一瞬店内にトリップした。完全再現してしまった、これは。うまいな。全く代用として差し支えないですね。ジャンボタニシエスカルゴです。うんまっ。では、こちら、ジャンボタニシのエスカルゴと一緒に、炭酸水決めさせていただきます。サイゼリヤのドリンクバーで俺いつもね、炭酸水飲むんですよ。氷なしで。うめえ。これ特に食レポが必要ないぐらい本当にサイゼリヤの味がするんで、噛むとね、コリッコリってね、ザクザクっていう弾力があって、食感もね、まんまエスカルゴですね。ちなみに、クーラーボックス見たら、ジャンボタニシがね、卵を産んでたんで、この卵はサブチャンネルで食べようと思います。美味しくないけど。一応食べられるんで、美味しくないけど。ということで本日も動画を最後まで見ていただき、ありがとうございます。この動画がいいと思ったらね、チャンネル登録と、ジャンボタニシを取りに行って食べてください。また見てください。ごちそうさまでした。そういえばね、7月に出したエッセイ、地球は食べ物っていう、自分の本がですね、なんとね、3万部を突破したらしく、誠にありがたいことに。書店でも品薄だったらしいんですけど、今はね、解消されてるはずなんで、まだの方はぜひ概要欄の URL をチェックしてみてください。